はい、上から。いや、気持ち良すぎる、これ。これで、ターボロボになります。これが、いや、めちゃくちゃ気持ちいいんですよね。ここにぴったりフィットする。これで、RV ロボになります。って喋るんですよね。これで、エンジン王になります。はい。これで、アタックモードに、これで、ブンブンジャーロボになります。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。車シリーズのスーパー戦隊ロボです。それでは見ていきましょう。ということで、今回はこちら、高速戦隊ターボレンジャー、激走戦隊カーレンジャー、エンジン戦隊ゴーンジャー、そして爆上げ戦隊ブンブンジャー、この4つの車モチーフの戦隊ロボね、やっていきたいと思うんですけれども、このちょっと車シリーズって分けるのだいぶ難しくて、で、今回はどうやって分けたかっていうと、これをね、集めたかっていうと、1号ロボに、車しかいないロボットを持ってきました。それがこの4つになるかもしれません。断言はできないですけど、はい。飛行機とか、なんか、ヘリコプターみたいなのが1号ロボに入ってたら、それはちょっと抜きにしてます、今回。はい。ということで、まずは、こちら、ターボレンジャーからやっていきましょう。一番最初は、1989年のスーパー戦隊第13作目、高速戦隊ターボレンジャーより、ターボマシン見ていきましょう。まずは、こちら、ターボ GT ですね。はい。ここの前の部分が合金になってるので、ちょっと重いです。で、タイヤがゴムタイヤになってます。なので、こうやって、コロコロね、させることができます。このターボマシンのすごいところは、こう、見ただけだと、これ本当に合体するのかっていう、この車の見た目の良さをしているっていうクオリティ高いですよね。はい。で、次。こちら、ターボトラック。はい。これが一番重いし、一番大きいですかね。ほら、こうやって比べてみると、全然車の大きさが違います。はい。この真ん中の部分、これが全部ね、シルバーのとこが合金になってるので、めちゃくちゃ重いんですよね。はい。で、メッキも対応されていて、ゴムタイヤになってるので、こうやってコロコロね、させることができます。次、ターボワゴン。これが唯一ダイキャスト使われてないですかね。合金がね、使われてないと思います。で、このタイヤがプラスチックになってて、こう、くるくるね、はい、回ります。で、次、こちら、ターボバギー。これ、この黄色い部分が全部ね、合金になってます。で、このタイヤ、プラスチックです。で、こう、くるくるね、はい、できますと。で、ラスト、ターボジープ。これもこの青い部分、これ全部合金で、プラスチックのタイヤでこうやってね、コロコロできます。で、このターボレンジャーのやってた当時、ミニ四駆がめちゃくちゃ流行ってたらしくて、そのせいもあってかわかんないんですけど、この車モチーフのターボロボがもう当時の戦隊でももうトップクラスの売り上げで、約54万個売れたらしいですね。はい。ということで、合体させていきましょう。合体シフト、ターボロボって言って、こう、合体始まるんですけど、こう、シューってきて、この2つはね、こう、地面をこう、走ってくるんですけど、なぜかこの3体はこう、空をこう飛んでくるっていう、ね、車なのにっていう演出がありましたね。だから車なのにこう空中戦したりしてましたからね。はい。じゃあまずは、これ、ターボトラックからいきましょう。この横のターボガンを外します。はい。で、ここの後ろ、これも後ろに引っ張って、はい。これを外してあげます。これがターボシールドになります。はい。で、そしたらこの拳が、腕が入ってるので、横に引っ張って、下に引っ張り出す。はい。これが気持ち良いんですよね。これ、シャコンっていう、ほら。シャコンっていう、これがめちゃくちゃ気持ちいい。そしてこの、デカ合金パーツを、ガチャンガチャンとこう、これもね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよね。本当に、気持ち良い変形が各所に詰まってます。はい。これで、
ターボトラック OK ですね。次、ターボワゴンに行きましょう。半分に割りまして、ここの黄色いボタンを押すと、はい、ちょっと勢い良すぎて飛びましたけど。はい、車幅が広くなります。これ、面白いね。カシャンって言って気持ちいいんですよね。はい。で、この下の部分ですね。これも、こうやってジョイントね、伸ばしてあげます。こっちも、シャコーンとね、伸ばしてあげて、これを下にジョイント出して、上パカッと開く。で、ここに、はい、このようにして、はい、くっつけてあげます。はい、反対側も、このようにして、はい、くっつけてあげると。で、外すときはこの後ろの黄色いパーツを引っ張るっていう感じです。そしたら、次、こちら、バギーとジープなんですけれども、バギーのここ、畳んであげます。これをね、こうやって畳んで、いや、これがね、一番気持ちいいんですけど、この、カチャってこれ押されるんですけど、これを解除するときはこの黄色いボタンを押すんですけど、聞きましたか今の。もう一回いきます。はい。このダイキャストに鳴り響くスプリングの音。これがもう最高なんですよね。で、はい、上から、いや、気持ち良すぎる、これ。はい。そして、最後、ターボ GT がね、こう来て、ここ、バシッとこう割れて、で、こう頭が出てきます。で、まずこの後ろのタイヤを、ここの空間にね、収めます。いや、これもね、だいぶ気持ちいいですよね。はい、収まります。で、ここ、はい、ここの突起があります。これをこの穴に、しっかりとガチャッとやってあげて、最後頭を引っ張ってあげれば、これでチャージアップターボロボになります。はい、ということで、素晴らしいよね。いや、ほんとこのターボロボのいいところが、合体させてる時にもめっちゃ言いましたけど、こう、変形とか合体の工程がめちゃくちゃ気持ちいいんですよね。その気持ちいいツボを抑えまくってるっていう。で、こう、なんか、無理やり変形させないやつは、こう変形させずに、こういうトラックとか、ね、うまいこと、こう変形させるやつは、たくさん変形させて、変形させないやつは、全然足にこうくっつくだけみたいな。こういう割り切り方もね、やっぱこの、車の見た目の良さにつながってるのかなと思いますね。素晴らしい。そして武器。さっき外したこのターボガンをこうやって二丁拳銃のようにしてね、こうやって持たせることもできますし、あとこれはね、普通にここの太ももの横にくっつけておくこともできます。で、こちら、ターボシールドね、はい、持たせて、で、この大メッキ剣ね、高速剣です。はい。これをこうやって持たせるっていうこともできます。めちゃくちゃ長いですね。はい。こうやって遊びます。で、こう劇中でもこうやってスーってこう移動してね、切ったりしてましたけれども、このおもちゃね、玩具オリジナルで、この下駄パーツがついてます。これ遊んでると結構タイヤでこう、つるって言って後ろに滑ってしまうので、この下に、こうやってね、こう、下駄パーツをくっつけてあげることで、その、転倒防止、だいぶ安定して立たせることができるっていうね、はい、パーツがあります。はい、こんな感じです。それでは次は1996年スーパー戦隊第20作目の激走戦隊カーレンジャーのレンジャービークル見ていきましょう。まずはこちら、レッドビークルですね。はい、こんな感じの見た目になってます。はい。で、このレンジャービークルの特徴としては、当時なんか流行ってたらしいんですけど、このカンガルーバンパーっていうこのなんかね、あるじゃないですか、みんなついてるこのメッキのやつ、これが当時つけるの流行ってたらしくて、車に。なのでこれ全部ついてるらしいです。はい。ということで、見ていきましょう。はい。で、これも、はい、このタイヤが回るので、こうやって、ね、コロコロさせることができます。プラスチックですね、タイヤは。はい。で、次、ブルービークル。はい。こんな感じになってます。メッキがめちゃくちゃ多いですよね。はい。で、これをこうやってね、コロコロさせることが
できます。はい。で、次、グリーンビークル。はい。こんな感じになってます。で、これもタイヤね、こうやってコロコロさせることができます。で、イエロービークル。はい。こんな感じになってまして、これもコロコロさせることができます。で、ラスト、ピンクビークル。はい。これもこんな感じになっていて、コロコロね、させることができます。このカーレンジャーは結構そのさっき紹介したターボレンジャーの反省を踏まえて、いろいろね、こう再挑戦したみたいな作品になってるんですけれども、このレンジャービークルに関しては、そのターボレンジャーでは大きさがまちまちだったこの車のサイズをだいたい同じくらいに統一したらしいです。はい。なので、これとかね、ほら、こうやってだいたい同じくらいの大きさになってると。まあ、これとね、レッドとブルー比べるとちょっとね、大きさ違いますけれども、まあ、だいたい同じぐらいに揃えたらしいです。はい。では、早速ね、合体させていきましょう。まずは、こちら、このブルービークルと、このピンクビークル。こうやって、このカーレンジャーの、RV ロボの面白いところが、こう、走りながら合体していくんですよね。その、前回ターボロボ、まあ、さっきのね、やつで、こう、飛んだりするって言ったじゃないですか。カーレンジャーは、飛ばずにしっかりと地を走りながら合体します。これが素晴らしい。はい。このピンクビークルは真ん中で割れます。で、この部分が、はい、パカッと外れて、はい、ここ合金ですね。で、繋がっていて、ここのね、はい、隙間にカチャッとくっついく。で、拳を出して、ジョイントを出す。はい。反対側。はい、こっちも、ここですね。これをカチャッと開いて、ここにくっつける。で、拳を出して、で、ジョイントを出すと。で、こう、シューッと走っていって、お互いにこうやって走ってシューってきて、ここにそのままガチャンってくっつくんですよね。はい。いや、これ素晴らしいのが、このタイヤがね、合体ジョイントになってるっていう、機能美というかね。はい。美しいよね。はい。こうなります。で、合体 OK。で、次。はい。こちら。はい。グリーンビークルとイエロービークルがこう走ってくると。で、こう来て、これ逆かな？こう来て、グリーンって言ってこう曲がるんですよね。で、このまま、こうバシンバシンってこうぶつかったりするんですけど、キューってこう来て、で、まあおもちゃだとここをね、はい、ガチャッと上に上げて、いや、ここ気持ちいいんですよね。これ。この細かクリック。ドゥルッ、ドゥルッっていうね。はい。で、ここ。バンパー上がって、はい、合金合体パーツ。はい、これをガシュンってこう、はい、こうやってくっつきます。ここの、はい、こういう隙間ですね。そこに、この金属のパーツが、こうだ、ちょっと開くんだわ。はい。開いて、こうやってガチャッとね、くっつくという。はい。この状態でも、コロ走行ができるんだよね。本当に素晴らしい。はい。すごい、この合体シークエンスは。そして最後このレッドビークルがなんか敵とこうビューンビューンってこう戦ってブワーって飛ぶんですよね。飛んでキューって言ってここにシュシュバシってこうはまるっていう。はい。ちょっとここ開いたままだった。はい。本当はこうなってるんですけど、これをこう開いてフーってきて、でここほらこうバネでこう倒れるようになってるっていう。これが、いや、めちゃくちゃ気持ちいいんですよね。ここにぴったりフィットするっていうのが。それで、バトルモード、チェンジアップで、こう、キュッてここの走ってたやつが、こう、ピュッてこう、ブレーキをして、こう、どんどんこう、せり上がってきて、で、ここ、はい、足出します。これもね、細かクリック、ジルリっていう、はい、めっちゃ気持ちいい。はい。で、こう、ガンって上がりまして、で、ちょっと一旦ここ上げますか、胸。はい。こうやってね、胸上げて、で、この顔、パカッて割って、はい、顔が出てきて、これを後ろで、
固定すると。はい。これで、エンジン会長 RV ロボになります。素晴らしいね。本当に。はい。で、この RV ロボの RV ってあるんですけど、これ、本来の意味は、レクリエーショナルビークルとかなんですよ。世間一般では。なんですけど、このカーレンジャーでの RV は、レンジャービークルの RV になっております。はい。いや、本当にこの合体方法がめちゃくちゃかっこいいんですよね。劇中でも敵の攻撃を避けながらこう合体していくんですけど、めっちゃ、それがね、素晴らしいんですよね。はい。で、武器ですね。はい。この RV ソードをこうやって持たせることができます。はい。で、あとはこちら、ラジアルシールドね。はい。こうやって持たせることができると。はい。素晴らしいね。で、このカーレンジャーのストーリーなんですけど、結構コミカル要素が強くて、その影響で、なんかこう、視聴率がね、あんま、こう、ね、高くなかったみたいな、ことはね、聞きましたね。なんですけれども、その視聴率があんまいかなかった割には、この RV ロボは、ちゃんと売れてたみたいです。なので、やっぱ、このビークルがモチーフっていうのはね、こう、子供たちにとってはやっぱワクワクしたんじゃないかなと思います。いや、個人的にはめっちゃカーレンジャーのね、コミカルテイスト好きなんですけれども。で、そのコミカル話で言うと、ピンクとイエローがね、こう喧嘩しちゃって5人で制御してるのに、確か。なので、あんま制御が効かなくなっちゃって、敵にボコボコにね、されるっていう RV ロボが。っていうのとか、あと、敵が RV ロボ盗んで、で、その盗んだ RV ロボで、韓国に行って追いキムチ、キュウリのキムチを買いに行くみたいな回がありましたね。実際には行かなかった。行く前に阻止されたんですけど、阻止っていうか、カーレンジャーが止めたんですけど。っていう、ちょっと、おもろ回があるのでね、個人的にはめっちゃ好きです。それでは次は、2008年のスーパー戦隊第32作目、エンジン戦隊ゴーオンジャーのエンジンね、見ていきましょう。炎の神と書いて、エンジンですね。はい。ということで、まずはこちら、スピードルですね。いや、なんか、もう僕、当時、小学生だったんですけど、この、車に、なんか、目がついて喋るっていうのが、もう衝撃的すぎて、めちゃくちゃハマりました。ゴーオンジャー。はい。こんな感じになってて、こう、タイヤがね、くるくるして回ります。で、さらにすごいのが、ここ開くんですけど、開いて、ここ、パカッと、ここ開きます。で、開くと、ここに、これエンジンソールって言うんですけれども、はい、これを入れます。で、閉じる。で、ここのくちばしを押すと、で喋るんですよね。最高すぎるよね、本当に。いや、で、実際にね、このスピードで喋るとき、このくちばしがこう動くんですよ。なので、それもちょっとね、こう、再現されてるというか、はい。っていう、素晴らしい。で、スピードルはここ開いて、こう飛べるんですよね。シューンって言って。で、飛ぶときに、この腕が、ブヨンってこう出てきて、シュッて飛ぶっていう。で、ここで敵をこの手で捕まえて、やるっていうこともできるっていう。素晴らしいね。はい。で、次、こちら。バス音です。ちなみにスピードルは、スポーツカーとコンドルですね。はい。おそらく。はい、次。こちら。バス音。いきましょう。はい。バスとライオンです。はい。こんな感じになってます。で、ここ開いてあげて、これですね。エンジンソールをセット。で、閉じる。はい。で、バス音は、ここのタイヤを押すと鳴るので、こう上から押してあげると、
はい。こんな感じで喋ります。なんとかでいいとかっていうね、はい、喋り方をします。はい。そして、ラスト。こちら。ベア RV。あ、そうそうそう。で、バスオン、ここ動くんですけど、こう顔。劇中でもバスオン喋るときここ動くんですよ。っていうね、劇中再現ができます。はい。で、ベア RV。ベア RV は喋るときここがこう動くんですよ。っていう、こう全部おもちゃで再現できちゃうっていう、その喋ってる様子が、いやもう本当にすごい。で、ここ、つまんで開いて、ここに入れます。はい。だからベア RV だけちょっと調子悪いんですよね、このエンジンソール。はい。で、ベア RV は、クマ、ベアと、あと RV がモチーフですね。はい。この鼻を押すと、はい、こんな感じで、ブイブイって言って、関西弁なんですよね。はい、まあ、こんな感じで喋ります。はい。まあ、ということで、これもコロコロね、はい、させることができます。まあ、ということで、早速、合体させていきましょう。ちょっと、このベア RV だけ、途中で鳴ったりしちゃうんで、エンジンソール抜きますけれども。そうだそうだそうだ。この、ソフビもね、あるんですよ。このデフォルメされた姿の。これめちゃくちゃ可愛いんですよね。エンディングで出てくるんですけど、このデフォルメされた姿が。めちゃくちゃ可愛いっていう。はい。これ買っちゃいましたね。はい。じゃあまあ、合体させていきましょう。まずは、はい。この、エンジン音の合体は、こう、走りながらするとかじゃなくて、なんか、こう、異空間でなんか、やってるんですよね、こうやって。で、パカって開いて。で、ここから腕が出てくる。はい。ここから腕が出てくると。そして、はい、ここにスライドさせます。はい。で、これで合体ですね。で、ここ、後ろ、持っていって、ここの部分でガチャッとくっつきます。はい。これで上半身 OK です。そして、次。こちら、バス音ですね。バス音の、はい。ここ畳みます。で、やばい、押しちゃった。こう開いてあげて、つま先を出す。はい。で、バス音の顔を下に向けると。はい。そしたら、はい、ここの上の部分にスライドさせて合体させると。そしたら腕を下ろしてあげて、最後この部分を上に持っていけば、これでエンジン音になります。いや、いいよね。この顔が3つこう段々になってる感じ、ね、この団子三兄弟みたいなね、ちょっと世代出ちゃいましたけど、はい。いや、これがね、いいんだよね。はい。で、また素晴らしいのが、このエンジンソールこっちだけに入ってて、ちょっとこれ片方だけだとなんかちょっと気持ち悪いというか、あれあるんですけど、なんとこっちもエンジンソールと同じ形のもの入ってます。これが気持ちよすぎるんだよね。ちゃんと両方で同じ形のもの入ってるっていうのが。で、これが何なのかっていうと、はい。パカッとこう変形して、武器になるわけなんですよね。そして、こうやって持たせることができると。素晴らしいですよね。はい。こうやって持たせることができます。で、ゴーンソードともう一個武器があります。この後ろ。はい。これを外せるんですよね。で、こうやって開いてあげて、ここ。はい。出せば、これ持たせるのちょっとあれなんですけど、こうやってガチャッとくっつけて、V シールドですね。はい。としてこうやって持たせることが
できます。V って書いてますね。V シールド。いや、っていうね、この武器を、余らせないっていう、ちゃんとこう、どっかに入ったりくっついたりしてるっていう、この配慮ね。素晴らしいです。で、ちなみに、この、ゴーオンジャーの玩具の売り上げは、その前年の激レンジャーが77億だったらしいんですけど、このゴーオンジャーは120億を達成したそうですね。この、シリーズ全体で。はい、っていう、もうやっぱすごい大人気だったんですね。それではラスト、2024年のスーパー戦隊シリーズ第48作目、爆上げ戦隊ブンブンジャーより、ブンブントレーラーとブンブンカー見ていきましょう。まずはこちら、ブンブントレーラーです。めちゃくちゃ大きい。で、このブンブンカーと比べると、もう、やっぱトレーラーなんで、ブンブンカーを搭載できるほどの大きさになっております。で、こうやってコロコロ走らせることができると。はい。で、こちら、ブンブンオフロードですね。こんな感じの見た目になってます。これははめ込みのタイヤでコロコロ転がります。これはブンブンワゴンですね。これもはめ込みのタイヤでコロコロ転がります。はい。ということで、早速合体させていきましょう。で、まずは、はい、これをゲートモードにしていきます。ここ、真ん中を開いてあげて、ここ、パカッと開くと、はい、これでゲートモードになります。で、ここに、はい、これをブンブンカーセットして、で、発射してあげるといきます。はい、これでアタックモードに、ね、変形できると。じゃあ次、ブンブンワゴンも行きましょう。はい。これでアタックモードになります。はい。それでは、これを、ブンドリオ・ブンデラスを、ちょっとロボットモードにね、していきましょう。はい。今回、ね、レッドのビークルっていうのが、この、ね、ブンブントレーラーになってるっていうか、正式なレッドのビークルってブンブンスーパーカーなのかなっていうのを考えると結構やっぱ珍しいですよね。このブンドリオ・ブンデラスっていう宇宙人がロボット、巨大ロボットに変形するんで、そこがね面白いですよね。はい。で、ここを前にやるとここがこうつながります。はい。そしてマントを開いて後ろの部分カチャッとやって、で顔をやればもうこれでもう一人でロボットになることができると。そしてそこに武装として、はい、このブンブンオフロードをセットで開いてあげると。でこっちも、はい、ブンブンワゴンをセットしてこれも開いてあげると。はい、これでブンブンジャーロボになります。はい、ということで。いや、だいぶ珍しいというか、この単体でロボットになって、で、武装するっていうのは、竜ソージャーの、ね、騎士竜王とかも、そうでしたけれども、面白いですよね、なんか、今回。これが、なんか、ね、ブンブンカーが、こう、いろいろ変形するっていう、だから集めたくなるような小さいアイテムになってるっていうところが、ね、面白いですよね。いろんなところに合体できるっていうね、感じになっております。で、ストーリー的にも、だいぶ王道の戦隊をね、やっていて、で、この、車モチーフとか、なんか、いろいろ、変身アイテムとか見た感じ、なんか、やっぱ、割と子供向けにまた舵を切ってるのかなっていう気もしますよね。もちろん大人もね、ターゲットにはしてると思うんですけれども、このブンドリオ・ブンデラスの声優がね、松本梨香さんなんで、サトシ、ポケモン世代の人はもう全員、もう懐かしいってなるんじゃないでしょうか。ね、僕ももうだいぶ
きなんで、松本梨香さんね。なので、もう毎話楽しみにしてます。本当に。松本梨香さんがね、喋ってくれるのをね。はい。まあ、なので、まあ、そんな感じですかね。ということで、すべてのロボットを並べると、このような感じになります。いや、ほんとね、全部いいんだよね。これ、本当に。なんかいろんなやっぱ歴史もありますしね、それぞれのストーリーとかもありますし、なんか、いいですよね。はい、こうやって、やっぱ車っていうね、モチーフで縛られてますけれども。やっぱ、そそりますね。はい。ということで、皆さんの世代のロボットはありますでしょうかね。ありましたらよかったらぜひコメントで、こういう思い出があるよとか、これ買ってもらったよとかね、コメント、ね、よろしくお願いします。ということで、今回の動画、以上になります。いいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、X、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルッケルでした。